2024年の帰化申請の状況をお伝えすると、12,248名の方が申請して、そのうち639人の方が不許可になっています。こんにちは、りえこです。今日は帰化申請の流れについて詳しく説明していきます。日本国籍を取得する手順がすごく複雑に感じている方もいるかもしれませんが、一連の流れを理解すればスムーズに進めることができるかと思います。今日は帰化申請の流れを9つのステップに分けて、帰化後の手続きについても説明していきますので、チャンネル登録とグッドボタンをオンにして、ぜひ最後までチェックしてみてください。はい、こちらが帰化申請をする際の9つのステップになります。まずはじめにすることが法務局での事前相談ですが、最初から重要なポイントがあります。帰化申請はビザ申請と違い、予約をしないでいきなり法務局に行って書類を提出することはできません。必ず事前相談の予約が必要になります。そして予約の方法ですが、まずあなたが住んでいる地域を管轄している法務局を調べましょう。インターネットで帰化申請スペース管轄で検索すると見つけられると思いますので、管轄の法務局が見つかったらそこに電話をして申請の予約を取ります。その時に持っていく書類など基本的な案内があるかと思いますので、スケジュール帳やメモの準備をしてから電話をすると良いと思います。また、法務局によっては指示される内容が違う場合があります。例えば、東京の法務局の場合は、帰化相談質問票という書類に事前に記入する必要があったりしますので、必ず申請する法務局に確認してください。そして予約した日に申請者本人が法務局に出向きます。この事前相談では帰化申請の条件や必要書類について詳しい説明を受けることができます。あなたが帰化申請の要件を満たしているのかどうかの確認や、必要書類の詳細な説明を担当官から受けることができます。ここで重要なのは、この段階で要件を満たしていないと判断されれば、申請自体ができないこともあり得ますので、疑問点や不明点などがあったら、この場でしっかり解消するようにしましょう。事前相談の次は必要書類の収集と書類の作成に進みます。おそらくこの工程が一番時間と労力がかかると思います。準備する書類は大きく分けて3種類あり、住民票、課税証明書、納税証明書などの日本国内で収集する書類と、出生証明書、ご両親の婚姻証明書など、母国から取り寄せる書類と、履歴書や同期書など自分で作成する書類があります。特に母国側の証明書の収集は時間がかかることがありますし、外国語の文章は必ず日本語の翻訳文も添付する必要があります。また、書類によっては有効期限があるものもありますので、すべて揃えるまでにかかる時間を考慮して、早めに準備していただければと思います。すべての書類を準備したら、再度法務局へ出向き、申請書や提出する書類を確認してもらうのですが、この工程でもう一度予約が必要な場合もありますので、必ず確認してから法務局に行ってください。書類に不備がないかどうかをチェックしてもらい、証明書が不足していたり、書類の訂正が必要だと判断された場合は、指示に従ってもう一度準備をしていきます。この段階でも何度か平日に仕事を休んで法務局に行かなければならないので、特に会社に就職して働いている方は計画的に進めることが大事になっていきます。そして全ての書類が整って担当官が問題ないよと判断すれば、正式に書類が受理されて、ここから審査が始まります。また、書類を受理された時点で受付番号が付与されます。この番号は申請した後の問い合わせの際に必要になりますので、大切に保管していただければと思います。申請が受理されてから2、3ヶ月ぐらいしたら法務局で面接があります。この面接はかなり重要で、すべて日本語で行います。また、申請者本人だけでなく、場合によっては配偶者や同居している家族も面接をすることがあります。面接でよく聞かれる内容としては、いつ日本に来たのかや家族構成、今の仕事の内容や収入の状況、帰化の動機や犯罪歴など多岐にわたります。
もし過去に交通違反や犯罪歴があるなど悪い印象を与えるような経歴がある場合でも面接は正直に申告することが大切です。さらに重要なポイントとして提出した書類の内容に対して細かく質問されるんですけども、この際に同時に日本語の会話能力もチェックされています。難しい言葉を使う必要はありませんが、面接の前にもう一度提出した書類の内容を確認して、自分の言葉でしっかり説明できるように準備しておきましょう。そして日本語でスムーズにコミュニケーションが取れない場合や、日本語能力に疑問を持たれた場合などは、日本語の筆記テストを行います。日常生活で支障なく日本語を使えるかどうかを審査されていますので、能力が不十分と認められた場合は不許可になる可能性もあります。しっかり対策をしていただくと良いと思います。面接の後は提出した書類と面接の内容をもとに審査が進んでいきます。審査期間はだいたい6ヶ月から1年程度かかっています。勤務先や自宅への調査が行われることもありますし、この工程でも追加書類の提出を求められることがありますので、法務局から連絡があったときは迅速に対応できるようにしておきましょう。審査期間中も注意が必要です。住所や勤務先が変更した場合や結婚や離婚など身分関係が変わったときは速やかに法務局へ連絡してください。また、ビザを変更したときや日本から出国して再入国する際も報告が必要です。その他、交通違反などをしてしまった場合や事故や事件に巻き込まれた場合なども必ず申告してください。申請した後の審査期間中の行動も審査の対象となっていますので、油断をしないで法律やルールを守って責任ある行動を心がけていきましょう。審査の結果、帰化が許可されると、官報に名前が掲載されて、法務局から通知が届き、日本国籍が正式に認められます。参考までに2024年の帰化申請の状況をお伝えすると、12,248 名の方が申請して、そのうち639人の方が不許可になっています。この数字は法務局で正式に申請を受理された件数のみで、申請前の事前相談の段階や申請を途中で断念したケースは含まれていません。最近は素行要件といって交通違反などの違反歴や税金などの納付状況の審査が厳しくなっていますので、不許可になる方や途中で申請を取り下げる人も増加傾向にありますが、申請を正式に受理されれば約 90% 近くの人が許可されていると言われています。そして帰化が許可されれば手続きが終わりということではなく、新たに日本国民としての手続きが必要になります。主なものとしてお住まいの市区町村役場で新しい戸籍を作成し、今持っている在留カードは最寄りの出入国在留管理局に返却します。元の国の国籍離脱の手続きは元の国の大使館などで行います。その他、運転免許証や銀行の口座の名義変更の手続きなども忘れずに行いましょう。はい、今日の帰化申請の流れについてまとめると、まず最初に最寄りの法務局に電話して事前相談の予約を取ります。予約をした日に法務局に行って必要書類や手続きについての説明を受けます。母国の証明書や日本で取得する住民票などを収集し、申請書や同期書を作成していきます。再度法務局に準備した書類をチェックしてもらい、不備があれば修正したり、足りない書類があれば補充をしていきます。また別の日に必要があれば再度チェックしてもらうために法務局に行く場合もありました。そして書類が整い次第提出することで申請が正式に受理されます。申請して2ヶ月から3ヶ月ぐらい後に面接があり、帰化の動機や提出した書類について質問され、日本語の筆記テストがある人もいます。提出した書類や面接内容から審査が行われ、結果が出るまでに約半年から1年ぐらいかかります。この工程でも追加の書類提出を求められることがありました。そして許可が下りると官報に名前が掲載され、日本国籍が正式に認められます。許可が下りたら在留カードの返納などの手続きも忘れずに行いましょう。全体の流れを見ると、
少なくとも3回以上は平日に法務局へ行く必要がありますし、準備期間も含めると1年以上は時間がかかっているのが分かっていただけたかと思いますが、一つ一つの工程を理解して計画的に準備を進めていけば、決して越えられない壁ではありませんので、まずはあなたが期間の要件を満たしているのかどうかの確認から始めてみましょう。私たちは帰化申請の準備のやり方がわからない人や何回も会社を休んで法務局に行くことができない人に帰化申請のサポートをしています。また、もっと帰化申請で必要になる書類のことや日本語のテストについて知りたいという方は、説明欄にある公式 LINE からお友達に登録していただき、お気軽にご連絡ください。また、帰化申請の条件が確認できるチェックリストやたった7つのステップで永住許可申請ができるのかどうかがわかるセルフチェックシートを私の公式 LINE から無料でダウンロードできます。ダウンロードの方法を動画の説明欄に載せておきますので、ぜひこちらを活用して帰化申請の準備を進めていきましょう。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。